ルクソール。古代エジプト時代の中心としてエベがあった場所で、エジプトにある遺跡のうち、その3分の2が集中している地域です。ここには神殿や総祭殿が多数あり、巨大な石像や鮮やかな壁画が残っているため、ユネスコの世界遺産にも登録されています。市街地のあるナイル川の東側には博物館や神殿がある一方で、対岸には王族のお墓や総祭殿などが集まっています。それではエジプト旅行で絶対に見逃せないルクソールの観光名所を7カ所紹介します。7位、デール・エル・メディーナ。古代エジプトの神殿や王墓の造営に携わった職人たちが住んでいた場所です。ここには当時の労働者のお墓や集合住宅跡があり、保存状態の良い壁画も見ることができます。ナイル川西岸に位置し、ここで古代エジプト人の生活風景をイメージできるでしょう。6位、メディネトハブ。デール・エル・メディーナの近くにあり、ラムセス3世総祭殿とも呼ばれています。ラムセス3世は近隣諸国と戦争を繰り返したこともあり、壁や柱には戦争の様子が不思議な迫力で描かれています。これらのレリーフは綺麗に保存されていて、天井などには赤や青のような鮮やかな色も残っています。5位、ハトシェプスト女王総祭殿。同じくナイル川西側に位置し、断崖を背に立っています。エジプトで最初の女王となったハトシェプストの像は破壊されていますが、女神の顔を刻んだ柱や美しいレリーフなどが見られます。総祭殿のテラスからの眺めが良いだけでなく、この女王の神殿からは王の神殿にはない美しさを感じられるでしょう。4位、王妃の谷。ファラオの王妃と共に王子や王女が埋葬されている岩山です。これまでに80基ほどの墳墓が見つかっていて、それぞれのお墓の内部には色鮮やかな壁画が描かれています。全体的に保存状況はあまり良くないですが、ラムセス2世の后であるネフェルタリのお墓は抜群に素晴らしいです。3位、ルクソール神殿。ルクソールの中心エリアにあり、入り口のオベリスクとラムセス像のある塔門が特徴的です。夕暮れになると神殿がライトアップされるため、幻想的な景色を楽しむことができます。このルクソール神殿はカルナック神殿の副神殿として建設され、スフィンクスが約3キロ並ぶスフィンクス参道によりカルナック神殿まで結ばれています。2位、カルナック神殿。ルクソール神殿から北へ3キロほど行った場所にある入り口の両側にスフィンクスが並んでいる神殿です。ここには祝祭殿のような建築物だけでなく、ファラオの巨像やオベリスクが点在していて、非常に広い神殿にもかかわらず壁や柱などに絵画が所狭しと描かれています。広間には20メートル以上の巨大な柱が100本以上立っていて、天井にはカラフルなレリーフも見られます。1位、王家の谷。ナイル川西岸の岩山にある歴代ファラオの岩窟墓群です。60以上ものお墓がこの谷で発見されていて、保存状態の良い壁画を見ることが可能です。カラフルなヒエログリフが至るところに細かく書かれていて、壁だけでなく上部などお墓内部全体に広がっています。未盗掘で副葬品が完全な形で発見されたことでも有名なツタンカーメン王のお墓もここにありますが、写真撮影は禁止されていますので、ぜひ訪問してご自分の目で確かめてみてください。エジプトのルクソールにある必見スポットを7つ紹介しましたが、いかがだったでしょうか。カルナック神殿やルクソール神殿のあるナイル川の東側は長者の都とも呼ばれ、王族のお墓のあるナイル川西側は死者の都と呼ばれています。ナイル川の横断にはフェリー以外にもファルーカと呼ばれるヨットを用いることもでき、両岸でそれぞれ1日ずつ観光に使いましょう。